全部がいい流れに乗ったりする時って何も考えてないんですよ。脳みそ空っぽかぐらいの状態の時なんですよ。こんにちは、ゆきです。考えても考えてもどうしようもない時ってないですか？例えば、会いたくて会いたくてたまらない人がいる。だけど私はその人の連絡手段を知らないから連絡できない、会えないとかってすごい苦しいじゃないですか。あと、肌荒れしてる時とか、何を塗ってもピリピリしてるし、赤いし痛いし、どうしようもないですよね、これも。そうなっちゃうと、その会いたい人のこととか肌荒れのこととかずーっと考えちゃって負のループに入ってっちゃってすごい苦しいんですよね。でもなんかその苦しみって意味ないなって思いません？で、苦しいのって短い方がいいじゃないですか。ずーっと苦しんでいたい人なんていないと思うんですよ。でね、大事なのは手放すことだなっていうのをもうここ2年ぐらいですごい感じてるんです。だけど手放せって言われても手放せないよっていうのが結構人間だったりするじゃないですか。私もそういうタイプだったから、いや手放せって言ってもってどうしてもね思考が回っちゃうから、私も考えすぎちゃう性格のねタイプではあるから苦しかったんですよ。なんだけど最近は本当に手放しまくっていて、これなんでかって言ったら手放す方がメリット大きいぞってことに気づいたからなんです。私はもともと全然スピリチュアルじゃないし、むしろ現実主義の効率主義でコンビニラブみたいなタイプだったんですよ。毎日ね肉まんとか食べてました。でもこの手放しの法則だけは本当にすごいなっていうのを体感してるんです。それをどうやるかっていうと、私はすごい簡単にやってて、終了って大きい声で言うんですよ。で終了させちゃう、強制終了みたいな感じほんとこれだけで、なんでこれを始めたかっていうと、私すごく思うのが、全部うまくいってる時ってちょっと皆さん思い出してほしいんですけど、自分の人生とかこう流れ、いい波乗ってんなみたいな感じのが来てる時って何も考えてない時じゃないですか。ただ心地よく過ごしている時にふとこう何か湧いてきたりとか、全部がいい流れに乗ったりする時って何も考えてないんですよ。脳みそ空っぽかぐらいの状態の時なんですよ。ね、私はもうすごいもともと思考をたくさん巡らしたい、それが好きなタイプだったから脳みそが常にパンパンだったんですね。で、パンパンの状態の脳みそっていうのはこのパンパンの枠組みの中からしか物を取り出せない状態なんですよ。でもこの終了っていうのをやるようになってから、私よくコーヒーを飲みに行くんですね。その終了、強制終了をかけた後に。でタリーズとかに行ってコーヒーをねこうふーって飲むと、その飲んだ瞬間になんか脳みそのこの辺がカポッと取れて、ここにね余白ができるような感覚になるんですよ。これなんかわかる人いますかね？なんかありますよね。このカポってスポッみたいな感じになって、でそこに新しいものが入ってくるんですよね。だからむしろ私家でカタカタとこうパソコンの前で一生懸命アイディアをねブレインストーミングしている時間よりも、タリーズでコーヒー飲んで脳みそカポってなった時の方が断然いいアイディア入ってくるんです。で例えば隣の席のおじさんの会話、おじさんの口を通して私が必要だったアイディアをねこう持ってきてくれる時とかあるんですよ。で実際にこの前隣に座った親子、5歳ぐらいの男の子と、そのママが隣に座ってきたんですけど、その男の子がねえママ、世界って作るの難しいらしいよって言ったんです。でママはそうなのって言って、でその子がみんなの頭の中にはあるんだけど作るのって難しいんだって言ったんですね。でもその時に私はもう雷に打たれたような衝撃バーンってきて、いやそうだよねって、自分が自分の世界を難しくしてしまってるんだよなって感じたんです。私たちは見たいように見てるし、感じたいように感じてる。だから自分で自分の見たい世界をクリエイトしちゃってるんですよ。だからね、そうやって脳みそパンパンにしてるのも、私はパンパンにしたいからパンパンにしてるみたいな状態。なんかそこをね、本当に私これでいいのって。肌荒れしてる時も、本当に私一日中肌のことばっか考えてていいの？本当にそれあなたやりたいことなの？でそれも肌のこと考えたいから考えてるし、で会いたくても会えない人のこと考えたいから考えてる。考えるのをやめちゃえばもうそこの苦しい世界からは脱却できるわけじゃないですか。
だから私はこの終了っていうやつをやってるんです。で、この前もすごい面白いことが起きて、私お友達、年上のお友達でちょっとね大好きなんだけど誘うのを恐縮しちゃうようなねお友達がいるんです。私の中ですごい人だから恐縮しちゃうんですよね、お誘いするので。だけど会いたいなって思って、どうしよう私なんぞが誘ってよろしいのだろうかみたいなことを思っている時に、たまたま私 Spotify をランダム再生しながら歩いてたんです。その時ね、ゆずの曲が流れたんですよ。でも別にそこには気を全く止めていなくて、なんだけどその時にね流れてきた歌詞が、太古の岩戸開きみたいにめっちゃ弾けて誘ってみようっていう歌詞がね入ってきて、でもその瞬間あっけらかんと誘っちゃえばいいんだって思ったんですよ。これすごくないですか？で、私はその後すぐにねその方に連絡して約束を取り付けることができたんですよね。で、今思うのが、音楽もね意図しないで流しておくのいいなと思って、それを私はずっとやってるんです。前までは自分の好きな曲を組んだプレイリストをね聴いてて、だから毎日同じような曲ばっかり聴いてたんですよ。なんだけどこれも何かを意図してる状態なんですよね。例えばこう元気になるようなポップな曲ばっかり聴いてる時って、励ましてほしかったりとか背中を押してほしいみたいな意図がそこにあって、でそういう曲ばっかりをこう吸収するんですよね。だけど何も意図しないでランダムに、Spotify じゃなくても周りの音にねこう身を委ねている時とかって、そこからこう新しいものがねこう入ってくるようになるんですよ。今音楽の事例で出しましたけど、手放すことって本当に大事です。特に思考の手放し。別に考えることが悪いことって言ってるわけじゃなくて、私も毎日考えてるし思考を巡らしているけど、ただその苦しい時間、考えてもどうしようもないその苦しい時間っていうのは嫌じゃないですか。できるだけ1日のうちの24時間あるけど、大体を気分よく過ごしている方が楽しいじゃないですか。苦しみは最小限にとどめたいですよね。考えすぎちゃうっていうのも癖だから、自分の脳みそを自分からこう出してあげる感覚、解放みたいな、終了っていうとね本当にね終了されるんですよ。で終了したらもうそこで強制終了、あとはお任せしますみたいな、そういう感覚で寿司三昧みたいな感じで生きていくのが一番気持ちいいし、さっきカフェのタリーズの話しましたけど、隣のおじさんの口を通してアイデアが来たりとか、そういうねちっちゃい男の子がふと言った言葉からそっかっていう気づきになったりとか、勝手にね終了した途端に情報とか必要なものとか流れっていうのがやってくるから、だから悩みすぎちゃう時、こう思考がねってパンパーンってなってる時は終了でコーヒーを飲みに行ってください。自分の感覚感性を大事に今日も生きていきましょう。どうもありがとうございました。また会いましょう。またね。